はい、長らくお待たせいたしました。本日はクリスティーナ・ホール博士と言葉を変えると人生が変わる、この書籍の再出版記念特別イベントにご参加いただきましてありがとうございます。この書籍はですね、2008年に弊社のボイス出版の方から発売をされまして、数多くの方の手に届きまして、それぞれの方が人生がこの本によって変わりましたという多くの声をいただきました。2008年から今2023年私どもの方で最初のイベントになるんですけれども、このイベントを開催できますことをとても光栄に思います。ありがとうございます。今日はですね、今、クリスティーナ・ホール博士、今、スクリーンの前に出ていらっしゃいますけれども、私どもの方で、2008年、その書籍、弊社の代表がぜひ書籍化をしたいということで、実現になりまして、それから、トレーナートレーニング、あと、ラングエッジ、メタプログラムなど、いろんなプログラムの方を開催しておりました。で、今ではですね、クリス先生の方は、執筆活動の方に入っておりますけれども、やはりこうして、スクリーン越しではありますけれども、お会を拝見してお話をお伺いできるという機会がとても嬉しく思います。この書籍に関しても、昨年ですね、ボイス出版の社長の方とちょっと少し話をしたときに、やはり現代が言葉がかなりデジタル化になってはありますが、やはりどんなに時代が変わっても言葉の素晴らしさは変わらないねなんていう、そんな雑談の方から始まりまして、ではやはり時代は大きく変化する中ではありますが、ぜひこの出版をもう一度皆様のために届けようということで再出版決まりました。実際には今年1月の下旬ですね、下旬に本屋さん、もしくは Amazon の方でお手に入るかと思いますので、2008年から2023年、時代はかなり変わりましたけれども、その時を超えて、ぜひ新しい本の方もお手に取っていただければと思います。本日はですね、10時から11時、ちょっと短い時間ではありますが、お付き合いいただけますと助かります。で、このイベントのですね、通訳さんは、大空優子さんが務めてくださいまして、大空さんに関しましては、本当にクリスさんの、様々なイベントの方の、通訳をこれまでにも何度も、していただきましたので、今日も素晴らしいお時間になるのではないかなと思います。で、さらに、鈴木先生と原先生の方が、このイベントの方のファシリテーターを務めてくださいます。で、鈴木先生に関しましては、2003年に、クリス先生の方の、イベントです。イベントといいますか、トレーナートレーニングの方の、あの、アシスタントの方を組んでいただきまして、で、原先生に関しましては、2008年ですから、本当に書籍が生まれたと同時に、10年以上ですね、同じようにアシスタントの方を務めてくださいましたので、とても楽しい、クリスさんがよくおっしゃっております、エンジョイというその言葉をそのまま体現化できるイベントになるかと思いますので、ぜひぜひ、皆様も楽しみに、本当に今もうかなりの方がご参加いただいてくださいますけれども、もう皆さんの熱い思いがこのスクリーン越しにとても伝わってきますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。それでは、鈴木先生、原先生、ファシリテーターの方、どうぞよろしくお願いいたします。Shinichi and Sayuri will talk. Okay. I read a quote by S.I. Hayakawa, and famous Japanese linguist in Language, Thought, and Reality. And he made a quote, at the beginning of his book. And it said, and the quote said, "We are affected by the words we use, by the words we use and the words we hear." まず始めるにあたってご紹介したい言葉の引用があります。S.I. 早川という、言語学者、日系のハワイ人の言語学者の人のが彼の本の中で言っている言葉なんですけれども、私たちは自らが使う言葉によって影響を受けるだけではなく、私たちが聞いている言葉からも影響を受けていると。
I started exploring language, my gosh, at least 30 years ago. And when I heard that quote, okay, when I read that quote, of course, I said it to myself on the inside. で、私が Anyway, 言語について、研究始めたのはもう30年以上前なんですけれども、この SI 早川さんの言葉を聞いたときに、その言葉が私の中を何度も何度もこう巡りました。and I had never thought of the words we use. And I thought, wow, that really makes it important, the questions that we ask and what we do when we're working with people. で、この自分が使う言葉ということに関しては、それまではあまり考えていなかったんですね。で、この自分たちが使う言葉っていうふうに思ったときに、質問にどのような言葉を使うのかを本当に考えなければいけないし、本当に言葉に注意を払わなければいけないと思ったのです。Okay, so Sunichi, what's your first question? はい、じゃあ、しんいちさん、お願いいたします。はい。それではですね、今、クリス先生が言ってくれたように、今日は質問という形でね、やっていきたいと思っています。で、質問に先立ってね、ちょっとだけ私と、原先生の方からね、お話をさせていただきたいと思っていますが、今日は一日、とっても短い時間ですけれども、一日というかこの1時間は短い時間ですが、この書籍の中からいくつか私たちの方で質問を用意させていただいています。Even though that's a very brief time, we have prepared several questions picked up from this book. ある意味、Okay, first I would like to say is that Shinichi has been part of, the very first trainer training in 2003. And that means he has been to at least, times 42. You know. まず最初にお伝えしたいのは、鈴木真一先生は私の2003年の初めての日本でのトレーニングの時からアシスタントされておられますので、もう、22回 ×2 ですので、40何回も参加されているってことになりますか？ That's a lot, isn't it? ものすごくたくさんの数ですね。So not only trainer training, but I also did 6 days of language training and sleight of mouth training and modal operators and meta programs. And they have, and Shinichi has attended all of those. で、このトレーナートレーニングだけではありませんよね。6日間の言語のトレーニングとか、スライトオフマウストレーニングとか、モダルオペレーターのトレーニングとか、それらすべてにしんいちさん、そしてさゆりさん参加されましたね。And Sayuri has been in training more than 10 years. そして、さゆりさんも10年以上私のトレーニングにアシスタントしてくださり。And that means that she has attended 2 times for trainer training, and each of the language program as well as the 4-day application programs. ということは彼女はその年に2回開催されるトレーナートレーニングに加えて言語のトレーニングとか4日間のそれ以外のさまざまな応用のセミナーにも参加されているということです。And I recommend their trainings very highly. 私たちは彼ら2人で行っているトレーニングを本当に心から強くお勧めいたします。Thank you. And I also did the re-evaluating life story program. So that means 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means that 6 application programs. そしてライフストーリーを再評価するというセミナーもやりましたので、そういった、応用型のセミナーも6種類行っていたってことですよね。Which gives you the opportunity to look back over your life as a whole. この
これは人生全体を一つのものとして見直してみる、振り返ってみるという、そういう機会を与えてくれるトレーニングでしたね。Okay, now, はい、 Suniji, you はい、 can ask your first question. じゃあ第一問お願いいたします。はい、ありがとうございます。今ね、クリス先生が言ってくれたこと、様々なね、セミナーの紹介もありましたが、それらに全て通底しているのが、今日やっていくいくつかの質問の内容なんですね。これは本当に今日は簡単な味見になるかもしれませんが、クリス先生が私たちに提供してくれた、衝撃的とも言えるね、NLP の深いレベルの構造っていうものを、体験していただきたいなというふうに思っています。それでは、早速一つ目の質問からいきたいと思います。この書籍の中で、クリス先生は物事をこれはネガティブ、これはポジティブというように、二極的なパターンでは取らないんだというお話があります。実際に NLP のワークをされる中でも、ポジティブという表現ではなくて、アファーマティブというふうに表現されているのが、とても印象的でした。で、それは今でも心の中にずっと残っています。そうするとですね、例えばコーチの方、トレーナーの方、マネージャーさん、他者に変化を提供する立場でいる人にとって、物事をポジティブ、ネガティブっていう二極的なパターンで捉える代わりに、どういう視点で捉えていくのが望ましいんだというふうにお考えでしょうか。So in this book, you have mentioned not to perceive, not to consider things, this is negative or this is positive, that not to come from binary position. Instead, in the NLP workshop, instead of saying positive form, it was quite impressive to hear that you consider that as an affirmative form instead of using positive. And for those coaches and trainers and those who are in the influential position, instead of communicating by saying positive or negative, what perspective, what would be preferable for them to see things from? Which perspective can they come from? Okay, first of all, positive and negative are ambiguous. まず最初に、ポジティブ、ネガティブという言い方自体は曖昧なんです。They tend to be judgments. そこに判断が加わる傾向があります。So I use the word affirmative, what you want to be present. で、そこで私はアファーマティブという言い方をしてるんですけれども、あなたは何に存在してほしいのか、何にあってほしいのか。So a question might be something like, what would you like to accomplish that that increases your flexibility and choices in terms in action and experience. 例えば質問するときに、あなたの行動とか経験の柔軟性とか選択肢の幅を広げてくれるようなことは何でしょうか。Yeah, and so I use the word affirmative. You know what you want to be, what you want to accomplish. そのあなたは何を達成したいんでしょうかっていうときに、私はアファーマティブという言葉を使うのです。But I also future pace in the first question. そしてその最初の質問に関して私は未来ペーシング、フューチャーペースを行うんですね。Okay. In ways that increase your flexibility and expand the range of choice in thinking and in action. So I always future pace inside of the first question. あなたの柔軟性を高め、そしてあなたの考え方や行動の選択肢の幅を広げていくというその言い方をすることによって質問の中で未来ペーシングしているわけです。Okay, and I also consider the questions that I'm asking to people because that's part of
of of the words we use, okay? And I also am very cognizant of what how I want to enrich people's lives. で、このどのような質問をしていくのかというのが最初に出てきた自分たちがどの言葉を使うのかという言葉なんですけれども、それと同時に私は、人々の人生の経験をより豊かにしたいと思っています。Okay, よろ next しいでしょうか。 question. そうすると、私たちがよく使いがちなこのポジティブっていう言葉が持っている、なんかこう、リスクのような面っていうのもあるんでしょうか。So, people tend to use the word positive, but is there any risks to use that particular word? Yes, because it's ambiguous. あります。なぜならば、その言葉は曖昧だからです。And it's basically a judgment. そこに一つの判断があるからです。Because when a person says, what do you want to accomplish in ways that are positive? I mean, the other side of that is negative. It's a bipolar structure, okay, or binary structure. 例えば、あなたが誰かに、あなたはどのようなポジティブなことを達成したいですかと質問したときに、そこにはポジティブという言葉にはその対極のところにネガティブという言葉があるわけです。だからそれが対極的な構造になってしまうんですよね。So the reason I use the word affirmative is, what do you want to accomplish in ways that will increase your flexibility and offer you lots and lots of opportunities, で、私はそこで、アファーマティブ、より断定的なとか積極的な言葉を使っていくわけなんですけれども、具体的に例えば選択肢の幅を広げていくとか考え方の幅を広げていくというそういうような言い方をしていくわけです。That also refers to the other requirement for setting outcomes, that that the positive byproducts are preserved. そしてそれがアウトカムを設定していくときの必要事項とも関係していくわけですけれども、ポジティブということの副産物の部分がそこに保たれるわけですね。That also uses the word positive. で、ここでもポジティブっていう言葉を使うわけですけれども。And when I think of byproducts, I think of chicken necks, chicken tails, and chicken claws. So I never use that word. で、このポジティブという言葉のもたらす副産物っていうふうに考えたときに、例えば鳥の首とか鳥の手羽先とかですね、なんかそういうのを思ってしまうわけです。バイプロダクト、副産物というの。なのでこの言葉は使わないんですね。Yeah, I use the word purpose. For what purpose do you want to accomplish this? そのポジティブの代わりに私が使う言葉は目的、パーパスですね。あなたはどのような目的を達成したいのですか？ I tend not to use the word intention. また私はインテンション、意図という言葉はなるべく使わないようにしています。Because you can intend to do something, it's just it's like a hope, a wish, and you may never accomplish it. なぜならば、何かをすることを意図するという時に、意図することはできるんですけども、決してそれを達成しないかもしれないですよね。That's why I use the word purpose. そこで私はパーパス、目的を達成するという言葉を使うわけです。
Okay? よろしいですか？はい。そうすると、あれですね、知らず知らずうちに使っているそのポジティブっていう言葉が、一つの抱き合わせとして、ネガティブっていうものを、連想させてるっていうか、無意識の中でそういうことを行ってるっていうことに、私たちはもっと意識を向けてもいいっていうことですかね。So, in other words, we could be more conscious about using the word positive because the moment we use the word positive, it would automatically triggers the word negative in our subconscious. It absolutely, it triggers the opposite, or like if you say positive, then that will trigger the negative. However, people do not process both words at the same time. In other words, they have to alternate back and forth. で、そうなんです。そのポジティブっていう言葉を使うと自動的にそのネガティブっていう言葉をこのトリガーを引いてしまうんですけれども、ただ人はその言葉を同時に処理するわけではないんですね。その行ったり来たりしながら代わり番号に処理します。Okay, and they draw a line basically to movement along a continuum. このより長く続く連続性の中でどこかに線を引いていくわけなんですね。Okay. はい。はい、ありがとうございます。Thank you. Next question. 次の。はい。では、私から2つ目の質問をさせていただきます。Second question. 日本でも最近はビジネスの世界だけではなくて、このプライベートを充実させよう、そのために時間をうまく使うということがね、注目されているというふうに思っています。でクリス先生のトレーニングの中でもとても特徴的なこととして、時間の構造というのがとても大きなテーマになっているというふうに思っています。で私たちがこの自分の経験を形作るということに関して、時間の構造がどのように影響しているのかということについてお話しいただけますでしょうか。そして、どうぞ。私たちが何かプランを実行して目標をアウトカムを達成していくという点からおいて、時間をどのように意識的に構造化していくことが効果的なのか、このことについてのヒントをいただきたいと思います。So in Japan, not only in business world, but in personal world, people are more conscious about utilizing time more effectively, and structure of time is becoming a major part of your trainer's training. And in terms, as we create our own experience, how does the structure of time influence us? And as we make plans and achieving an outcome, so how do we need to perceive time and structure our time to effectively utilize our time? Okay, time is basically a conscious mind process. 時間というのは基本的に表面意識的なプロセスなんですね。Okay, there's only what's called through time. In other words, one event leads to another, leads to another, leads to another, and so on and so forth. つまり、唯一そこにあるのは、一つの出来事が次の出来事につながり、それが次の出来事につながっているというこの連続的な、いわゆる英語で言うとスルータイム、時を通してという構造だけです。There are basically three structures of time. そして時間を構造化するときに基本的に3つの構造があります。There's in time. 一つは in time、時の中に。Okay, which tends to be something is perceived as beginning and ending in the same moment in time. この in time というのは何かの
始まりと終わりが同時に、知覚されていく、認識されているんですね。There's no present, no future. だから現在もなければ未来もないわけです。And then there's between times. そして次の構造は between time、時の間に。Which is basically there's no connection between the individual time segments. You know, they're basically see, people will jump from one time to another time to another time, and yeah, で、この between time というのはこの一つの出来事、一つの時間と次の時間の間につながりがなくて、一つの出来事のある時間からいきなり次の時間にジャンプする、そして次にジャンプするという間がつながっていない捉え方です。Okay, and then there's chronology. そして、次がですね、この、クロノロジーというか、もう年代的な捉え方ですね。Which is called through time. それがスルータイム、時を通してスルータイムという言い方で呼ばれます。That's where somebody, okay, first I did this, then I did that, then I did that, and then I did that, you know. So it's through time. で、最初にこれをやって、次にこれをやって、そしてその3つ目にこれをやりましたというふうに出来事がつながっていくスルータイム、時を通してという捉え方。Okay. And then there's basically how to say four orientations to time. で、時間に関しては基本的に4つの方向性があります。Okay. There's from the present looking back. 現在から過去を振り返る。Okay. Like one does exactly. Like one does in change personal history. 例えば、その個人のパーソナルヒストリーを変えていくという時に行いますね。Because it starts with, you know, what kind of resources would you have needed in that situation or that context? まず最初にその状況において一体どんなリソースが必要だったのかというところを考えるところからスタートしますね。And again, I always future pace. そして私はそのエクササイズの時でも必ずフューチャーペーシング、未来ペーシングを入れます。Okay. And then there's present experience. そして現在の経験というものがあります。And we can never comment on our present experience because it's just past. 現在の経験に関して私たちは決してコメントを加えることができません。なぜならばそれはすぐに今過ぎ去ったばかりだからです。Okay. And then there's the present, you know, towards the future. そして現在から未来へという方向性があります。And then there's the future looking back. そして未来から未来に行って未来から振り返るという視点があります。Now, what's interesting about that, で、それに関して興味深いことがあります。is I remember when I was in my practitioner program. Oh God, many years ago. 私自身がlike 1976 or something like that. But anyway. 私自身がプラクティショナープログラムを受講していた時ですので、1976年とかそのぐらいはるか昔のことなんですが、we were working with a buddy, and my buddy was a master practitioner. Anyway, he asked me, how many times would you have needed to have this resource? で、その時、相棒、バディというのがいて、バディはマスタープラクティショナーの男性だったんですが、彼から質問されました。あなたは何回そのリソースを必要としていたのでしょうか？ And I said 50 times. で、私は50回と言いました。Well, that's ridiculous to do
you know, the change history pattern. で、この、歴史を変えていくチェンジヒストリーパターンにおいては、それはちょっとバカバカしいですよね。That's when I realized that I could go into the future because it all, looking back, it all becomes past experience. で、その時に私は未来の方向に行けるというふうに思ったわけですね。未来の方向に行って振り返ったならば、すべては過去の経験になるわけです。Yeah, because my orientation tends to be from present to future. で、私自身の、自然な方向性としては、現在から未来に向かってるんですね。Yeah. So 50 examples of resources is ridiculous at that point. だからその時点でそのリソースの例が50個っていうのはバカバカしいことなんです。So you can do a change past personal history from looking back because it all becomes past experience. ですからチェンジパーソナルヒストリーのエクササイズを行っていくときには未来に行って振り返るという視点からできるわけです。そうするとすべてが過去の経験になっているからです。And time is involved in every single statement that you make, whether it's explicit or implicit. そしてこの時間という要素はあなたが話すすべての発語、すべての発話に関係してるんですね。それがすごく明らかに示されたものであったり、もしくは隠れている形であったとしても。That's why it becomes really important how you use your language with respect to time. だからこそこの時間に関してあなたがどのような言葉の使い方をしていくのかということが極めて重要になっていくわけなんです。ありがとうございます。Thank you. Yes. That's basically all I have to say about time. 時間に関して今のところ私からは以上です。But it becomes part of every statement that a person could make. でもこの時間という要素がその人が話すすべての発話に関わってくるんですね。That's why it's always really important to future pace. だからこそフューチャーペーシング、未来ペーシングするということがいつでも常に重要なんです。Okay, because if you ask, when you ask, what do you want to accomplish? なぜならば、例えばあなたは何を達成なさりたいんですかと質問しますね。はい。Now, the future pacing part of it, what do you want to accomplish in ways that expand your flexibility and increase the range of choice in thinking and in action? で、このフューチャーペーシングの部分というのは、そのあなたのこの柔軟性を高めて、そしてあなたの考え方や行動の選択肢の幅を広げるような形で、あなたは何を達成したいのですかという部分になるわけです。普段のありがとうございます。Thank you. 私たちも普段の会話に、自分がどういう時勢の言葉遣いをしているのかということをもっと意識をしていくことで自分のプランニングですとかアウトカムを達成するっていうことがより、自分のなんて言うんでしょうね、自分にとってそれが行動につながっていくのかなっていうのをお話を聞いて感じました。So by listening to your answer, I thought that we could become conscious about how we use our words, how we use our language regarding time so that in planning things or in achieving outcome, we could connect to our specific actions. Yeah, absolutely. その通りですね。Because you have to go into the future looking back and then
and then divide the time, okay, into smaller increments. You know, because when I first became aware of the outcome frame, okay, I thought, you know, what do you want to see, hear, and feel when you get there? And I thought, that's a jip, you know, in other words, that, you know, why do I have to wait until I get there? You know, when I divided it, when I divide the time into smaller increments, okay, and then I go into the future looking back, okay, and you know, how did I, you know, what were some of the things that I did in order to arrive here? And then I go to the next time segment, and then look back, and then, you know, carry on. And the first time I did this, okay, I worked with a fellow who Could you stop basically. there for interpretation and then continue? Yes, I'm sorry. Thank you. And so, で、そのためには、その未来に行くっていう視点が必要なんですね。そして、その未来までの時間を区分けしていく。そしてその時間の中で、小さな時間的区分の中で何を達成していきたいのかということを見ていくわけです。例えば、単にシンプルにあなたは何を達成したいんですか、そしてそれはその達成した状態を見たり聞いたり感じたりしてくださいって言われたときに、私は思ったんですね。なぜ達成したその時まで見たり聞いたり感じるのを待たなきゃいけないのと思ったわけです。その達成するまでの時間の間にもどうなっているのかということに気づく必要があると思ったのです。そこでその達成するっていう長い時間を小さな時間的区分に分けていって、例えば一つ目の時間的区分に行った時に、その未来に行って振り返ってみて何ができているのかなということを見たり聞いたり感じる。そして次の時間的区分に行って、それまでに何を達成したのかを振り返って見たり聞いたり感じたりということをしていくっていうようなやり方をしたわけですね。それが最初にできると思った時のお話を次にいたします。Please. I'm so sorry. I just get too excited about what I'm talking すい about. ません、もうとにかく話にだんだん興奮してきてしまって。Okay, as I was saying, I did oh God, this was so long ago. A piece of work in oh God. I don't even remember the date, but it was in Ian McDermott's program, and when he used to have me teach for him, and I remember basically you know doing it in this way. In other words, you know, going into the future, looking back, okay, and then you know. You know, and what were some of the things that you did to arrive here, you know, and what was interesting is that he wanted to take 1 year to accomplish, you know, his outcome, okay, and it was amazing. He accomplished it in 9 months when it was organized in this fashion. で、私思い出すのは、もうちょっとだいぶ前のことなので、いつのことっていうのを思い出せないんですけれども、イアン・マクダーマットさんっていう人に依頼されて、彼のプログラムで私が教えていた時期のことなんですけれども、その中でこのやり方を使ってみたわけなんですね。その達成したいアウトカムに関して、その時間的区分をこう区切っていく、そして振り返っていく、そしてここまで来るのに何を達成しましたかっていうふうに振り返っていくというやり方をやりました。そしてそれをやったところ、そのイアン・マクダーマット氏がもうそもそもそのアウトカム達成に1年っていうふうに思っていたんですけども、実際には9ヶ月で達成できてしまったそうなんです。Okay? はい、ありがとうございます。Thank you very much. 新一さんの次の質問にお渡ししたいと思います。はい。個人的にもですね、
すごく関心になるところです。次の質問に行く前にね、私も一言だけちょっとね、感想を言いたいなと思います。今から未来を見るっていうね、インタイムの表彰で未来を格納するのか、あるいは未来に行って、スルータイムで未来っていうものを自分の中に格納するのかっていうのがね、目標達成のすごく大きな違いになってくるところだなっていうふうにやっぱり感じます。And just to make a brief comment before asking the next question, like personally, I believe this is extremely important, whether to choose to plan ahead in time or you go into the future and look back and store the information in through time fashion. That makes a big difference. Yeah, because when you come back to the present, okay, I call this the accordion technique. で、この現在に戻ってきたときにですね、私はアコーディオンテクニックって呼んでるんですけども、アコーディオンありますよね。You stretch it out and then you come back to the present looking forward. で、未来までストレッチして、現在まで戻ってきて、それからまた未来を見る。And it's all planned. そしてもうすでに全部それがプランニングされてるわけです。Now, it's really relevant to to do this kind of planning, to achieve an outcome. アウトカムを達成したいと思ったならば、このような形でプランニングをしていくということが本当に関係してきます。Yeah. Okay. ありがとうございます。Thank you. それでは次に行きたいと思います。今日はね、1日かけて喋れることを10分で話していただこうというね、チャレンジの日だということを少し忘れるところだったのでね、早速次に行きたいと思います。So let's move on to the next question because, today we are asking Chris to answer in 10 minutes what usually takes one day to explain. Yeah. Yeah. はい。では Well, at least half a day. 少なくとも半日使ってるかな。そうですね。よく知ってます。I know that. それでは質問の3つ目ですね。質問に関してですね、コーチングっていうノウハウも随分日本でも一般化されることになってきました。あるいはビジネスの世界でもですね、質問の技術とか効果的な質問というような、ものにすごく関心が向けられるようになってきました。特に最近はビジネスの世界ではそうですね。ただ、多くの方は質問っていうのはやっぱりまだ情報収集のためだというふうに思っておられるようです。けれども、クリス先生の本の中では、何度も質問が方向性を設定しているという表現が出てきます。質問という行為が持っている、そういった基本的な機能とは何かについて教えていただけるでしょうか。そして、質問を効果的に活用していく上で、私たちが意識すべき点があるとしたら、それはどんなところなんでしょう。So, coaching has become very popular in Japan, and the technique of asking questions or effective questioning become very popular subject, especially in the business world. But in Christina's book, she says that a function of question is not just gathering information. Questions set the direction. Yes. And so what is the basic function of questioning, and what are some of the things do we need to be aware of in effectively asking questions? Okay, remember, all experience, okay, any question that you get asked is always processed first at the unconscious level. で、まず最初に覚えておくべき重要なことがあります。それは、どの質問がなされた場合でも、まず質問というものは無意識のレベルで処理されるということです。That means visual, auditory, kinesthetic, olfactory, and gustatory.
ということは、この視覚聴覚、そして、この触運動感覚、そして味覚聴覚、すべてです。Then we go through a process of deletion, distortion, and generalization, and we make our internal representation from that point. そして私たちはそういったその感覚に関する情報を削除、歪曲、一般化して、そしてそれをこのしていくわけなんですね。そしてそこからその二次体験を作っていきます。Then we go through another process of deletion, distortion, generalization, and we come up with a primary response. そしてそこからさらに削除、歪曲、一般化を重ねて、そして一次体験という反応に至るわけです。Then we go through another process of deletion, generalization, and distortion and generalization, and then we come up with a semantic response. そしてそこからさらに削除、歪曲、一般化を進めて、そして意味的な反応、その意味付けの反応に至るわけです。Okay, and that's what people typically, in terms of their output, that's what people will typically say is the semantic response. That means the translation of the response from the primary response into semantic. それを、この意味的な反応というふうに呼んでるわけですね。つまり一次体験の反応から二次体験の意味付けの反応にその解釈が進んでいくということですね。In other words, what does that mean? つまりこれは一体何を意味しているのかということです。Okay, I once did a demonstration. I asked, this was in Barcelona. I asked somebody if they ever feel anxious. で、私はある時バルセロナでデモンストレーションをしていた時にこんな質問をしました。誰か今までに不安に感じたことがある人はいますか？ That's a semantic response. It's the interpretation of the primary response. で、この不安に感じるというのは一つの意味的な反応ですよね。その一次反応に対する解釈です。And then I asked her, is there a particular movement or something, that, show me. そして私は彼女に聞きました。何か特定の動きはありますか？何かありますか？あったら見せてください。And she went like over her stomach, she went like this. で、彼女のお腹のあたりでこんな動きをしました。Okay, so I just basically taught her how to use her submodalities. そこで私は彼女に、基本的にサブモダリティの使い方を教えたわけです。So, now gradually, when you make it a little bit faster, okay, gradually though, okay, and a little bit faster and then faster, at some point it'll go over a threshold, which means a threshold is the point where something reorganizes. で、この徐々になんですけれども、その動きをもう少し早くしてくださいっていうふうにやっていくと、徐々に少しずつ早くいくと、ある時、ある一点、いわゆる敷地と呼ばれるような一点を通り過ぎます。通り過ぎた時に、その経験がもう一度再組織化されていくんです。And there's usually several thresholds, in moving in that direction, faster and then faster and then faster. で、その方向性に進んでいくときに、いわゆる敷地、スレッシュホールドと呼ばれている敷居はいくつかあるんですね。そしていくつかの敷居を超えてより早く進んでいきます。
Because remember, it's the submodalities that that basically is where our subjectivity is stored. 私たちのその主観的なその捉え方というのが保存されているのはサブモダリティの中にあるわけです。And she said, "Oh, it's now exciting." そしてこの女性がおっしゃったんですね。あら、今なんかワクワクする感じになってきたわと。And then I had her slow it down, gradually, of course, and it went through many, several thresholds until, slower, 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 and then it became irrelevant, unimportant. そしてそれから彼女に動きを徐々になんですけども、徐々にゆっくりゆっくりゆっくり動いていってもらって、またいくつかのスレッシュホールド、いくつかの敷居を通過していって、やがてもうそのことは関係ないというレベルのところまで到達したわけです。So some of the things that we need to be aware of when we're working with people are the questions that we ask to them, okay, and the words that we use. で、私たちが人に働きかけていく、人にワークをしていくときに気をつけておくべきことがあります。それは私たちが相手の人に質問をしていくときにどのような言葉を使っていくかなんですね。And I'm very aware of that. で、その点に関して、言葉の使い方に関して私は大変にこの気をつけて使っています。気づきを持って使っています。Yes. はい。I see the time is zipping by. だんだん時間が時間が経ってきたということを今教えていただきました。Yeah. So question number 4. じゃあ、次の質問をお願いいたします。はい。では、原先生の方でいきましょはい。では残り少ない貴重な時間ですので、最後のリフレーミングについて聞かせてください。リフレーミングということは日本でもかなり一般的に使われるようになってきたと思っています。ただ、冒頭にもあったように、どうしてもこの物事のプラスの意味というのに対してマイナスの意味、プラスかマイナスかという考え方をされていることがやはり多いんですよね。クリス先生はリフレーミングについてそういう二極化ではなくて、別の考えをお持ちかと思います。私たちが出来事にどういうふうに関わっていくのか、関わっていくときに、リフレーミングの考え方、どういうふうにしていくというのか、その可能性について、ちょっと短めかもしれませんけれども、お話しいただけますでしょうか。So, even though the time is limited, I would like to ask you about reframing. Reframing has become popular in Japan, but there's tendency to generalize things like changing negative meaning into positive meaning. But I believe Chris is interpreting and seeing reframing from a different perspective rather than coming from a binary perception. So, what are some of the possibilities and you see in reframing, and what are the thoughts based on reframing, including how do we relate to our daily events? Okay. So basically, when it comes to reframing, okay, I think in terms of, I mean, this isn't always consciously though, but I think in terms of, what kind of a reframe is useful for this person. で、このリフレーミングに関して言うときに、これは常にいつも表面意識的に認識されているわけではないんですけれども、そのどのようなリフレームがこの人にとって役に立つだろうかという視点ですね。Yeah. And I remember when my sister was on the telephone and
I mean, basically, the person she was talking to said something like, oh God, I don't remember exactly what she said, but she said something like, communicating with you. うん、 The person is communicating with you. で、思い出すのは私の妹がある時電話で誰かと話してたんですね。で、厳密に言葉遣いは思い出せないんだけど、彼女があなたとコミュニケーションしていると言ったんです。And the words that she responded, to, well, they're just relating with you. で、彼女がそれに対して答えた言葉は、彼らはただあなたと関わってただけ。And that totally changed the way that the other person was thinking about it. で、それによって相手の人がその彼に対して考えていた考え方が全く変わったんですね。So, I mean, I don't know exactly, how I do this, but because it's so unconscious. I've been doing it for so long, and I don't think in terms of a polarized system, okay, or binary system, okay. I think in terms of what kind of a reframe will be useful for this person. で、もう私は長年このリフレーミングを行ってますので、ほぼほぼ自動的になってしまって意識的にできない部分もあるんですけれども、自分は二極的とか二元的なものの見方をしてないことは確かなんですね。そして相手の方にとってどのようなリフレームが役に立つのかという視点から見ています。But the first question the first question I start with is, what is it that you have perceived as a problem until now? でもその時まず最初のする質問、それはあなたがこれまで今までの間問題だとみなしてこられたことは何なのですかという質問です。Because if I was to say, well, it's just a perception, the person would go, で、その時にそれは一つの知覚ですね、知覚に過ぎませんねって言われると、相手の人もそうかみたいな感じになるわけです。Words that I can't say. 私には言うことができない言葉ですね。But anyway. Thank you very much. 今お話しくださったことが詳しくこの本の中にもしっかり書かれていますので、私もまたちょっと読み直してみたいと思います。This book includes all the information which Chris has just talked about, and I would like to start rereading this book again. Yeah. Do you have a last question? 最後の質問聞かれます？じゃあ最後に一つ私の方からですね。クリス先生はこれまでにも本当に様々なタイプのアプリケーションのトレーニング、あるいは NLP のトレーナートレーニング、あるいはこの書籍を通してですね、NLP の世界を広げ、そして、日本の NLP 教育にも長年にわたってすごく大きなインパクト、あるいは大きなサポートをしていただいてます。そんなクリス先生がですね、これからの NLP にはどんな可能性を見てらっしゃるのかなっていうことについてのアイデアを聞かせていただきたいなっていうのと、もし日本の NLP の学習者に対して何か期待しているものがあれば、それはどんなことかなっていうことについても教えていただけるでしょうか。Chris, you have contributed for such a long time for NLP training in Japan, not just in Japan, but all over the world, and expanded the world of NLP in various ways and manners. And so, what are some of the possibilities you see in NLP and going forward? And also, if you have what are some of the things you expect for those who are studying NLP in Japan? Basically, it's up to you. もう基本的にこれはあなた次第です
ということですね。It's depending on your values. それは Okay, the あな purpose たの持っ that てるバリュー、価値観によりますね。the purpose that you do what you do. そしてあなたがなさっていることの、目的。So I think the future depends on each one of you. ですから未来は皆様お一人お一人にかかっていると思います。Okay, and I want to say that language has transformed my life. そして私がお伝えしたいのは本当に言葉、言語が私の人生を変えてくれたんですね。I never expected, such a thing to happen. で、本当にもう予想していることが決して予想もしていなかったことが起きてきました。The more I learned about language, it just and how to ask questions, okay? It really expanded my experience in thinking and in action. で、私がこの言語について研究すればするほどことにその質問の仕方に関して研究すればするほど私の考え方そして行動の幅がどんどん広がっていったんです。So, ですから、it's time to transform your life. あなたの人生を変える時がやってきましたよ。Okay, so my book is available from Voice. そしてボイさんから本が再販されていきます。And enjoy reading it. そしてぜひ楽しんでお読みになってくださいませ。It really is a fascinating book. 本当に驚くべき素晴らしい本でございます。I talk about the things that I've mentioned here and more. ここでお話ししたこと、さらにたくさんのことをここに本に書いております。Yeah. Okay. はい。はい、ありがとうございます。Oh, you're very welcome. 本当にね、今日やったことというのがこの本の中のごく一部の味見っていうことになります。でもね、NLP の学習者の方、あるいは NLP に関心をね、持ち始めた方にとってもね、私たちの経験っていうものと言葉っていうもののつながりっていうものをどのように見ていくかってことを示してくれるすっごく大きなヒントがたくさんあるっていうね。最終的にそれは、先生が言われたように私たち一人一人の生き方を左右するだけの力があるものを学ぶチャンスがあるっていうことでね、私たちもぜひね、皆さんにこれを手に取っていただきたいなというふうに思います。Oh, so Sayuri, end with the quote that somebody said about the book. そして本に関していただいた感想のいくつかをさゆりさん最後にご紹介ください。はい。何名の方からか私の方にメッセージをいただいています。リフレーミングや未来から振り返ることをよく行うようになりました。経営者になっての責任やコントロールの範囲が増えたことにより、より学んだことが役立っていることを実感しています。ですとか、嬉しいコメントですね。この一冊は私の人生に最も影響を与えてくださった宝です。こんなね、コメント、もっとたくさんのね、コメントを私の方もね、いただいてますが、何名かの方からのね、特徴的なコメントの方をシェアさせていただきました。ぜひ、このね、皆さんの人生においても宝になる一冊だと思いますので、手に取ってお持ちの方はね、また読み直していただけたらなと思います。私もしっかりまた読み直したいと思います。That's all, Chris. What is the translation of that? So we'd like to invite you to read the book, and also for those who already have a copy, let's reread it and learn again. Yeah. Okay. I invite you to enjoy reading the book, and I hope that it provides you with learnings that enrich your life. そしてぜひぜひこの本をお読みになってくださいませ。そしてそれがあなたの人生をより豊かにしてくれることを私は希望しております。
Okay. はい。 Bye for now. はい。それではまそれではた。そろそろまたね、ボイスさんの方に一度ね、戻す時間が来たようなので、では、一旦ボイスさんの方にバトンタッチしたいと思います。失礼いたします。And what was the translation of that? So let's bring the microphone back to Kiyomi to close. Oh, okay. Great. Super. はい、クリス先生、鈴木先生、原先生、どうもありがとうございました。とても密のこれからの人生が豊かになるさまざまな要素がかなりたくさん詰まった本で、とても楽しいお時間になったのではないかなと思います。で、書籍に関しましては、今年の1月の下旬頃予定しておりますので、もしかなり手に入らなかったということもお聞きしておりますので、ぜひ新たな時代でこの本を手に取っていただければと思います。それではね、かなり名残惜しいお時間とはなりますけれども、お時間とはなりましたので、皆様本当にありがとうございました。通訳の大鳥優子さんもありがとうございます。で、何よりもご参加の皆様、本当に本日は最初のイベントの方にご参加いただきましてありがとうございます。And thank you for participating. そして皆様ご参加ありがとうございました。ありがとうございます。Okay. ありがとうございます。Bye. さようなら。はい、ありがとうございました。Remember では this. エンジョイも含めて、ではエンジョイの言葉も含めていただけると。If you could say enjoy again. Enjoy. Enjoy your life. Immensely. Enjoy living your life. あなたの人生を生きることを楽しんでください。はい、ありがとうございました。こちらで Thank you. 終了させていただきます。ありがとうございます。失礼いたします。